仮組みを行い、主に飛行機プラモデルキットのレビューを行う動画なのだ。完成度を増すためのテクニックや塗装方法などは一切ないのだ。皆様のスケールモデルキット選びのお役立てていただける内容を目指しているのだ。今回はイタレリの72分の1飛行機キットMiG-37B フェレットの仮組みを行うのだ。ミグにそんな機体ありましたっけ？ないのだ。ないのだって？今回のキットは一体？このキットはアメリカの模型メーカーのテスター社が創作してイタレリと共同販売していたキットなのだ。つまり実在しない戦闘機のプラモデルを販売していたと。そうなのだ。このキットの前に F19 ステルスってのも出しているのだ。そちらが好評だったので第2弾が MiG-37B となるのだ。第2弾なのですね。ところでイタレリは初めて取り扱いますね。イタレリはイタリアの老舗模型メーカーなのだ。日本ではタミヤが輸入代理店となっているのだ。タミヤはウォーバードコレクションの中にも OEM で取り扱ってますね。初期ウォーバードコレクションはほとんどがイタレリ製なのだ。なるほど。このキットはいつ頃発売されたキットなのでしょうか？1987年もしくは1988年に販売されたようなのだ。日本では販路の関係でイタレリ版の方が有名だと思うのだけども、本当に存在していたと思った人も多かったのでは。冷戦時代でソ連の情報も少ないでしょうし、ネットや SNS もない時代ですものね。ご丁寧に。説明書には機体紹介文も日本語で書かれてるのだ。アメリカの F19 ステルスの登場に対抗するべくソビエトの最新技術をつぎ込んで開発されたのが MiG-37B です。直線が多い機体デザインはアメリカの F19 に比べて武骨な印象を与えますが、レーダー等に対する高い隠密性を持つのはもちろん、その性能も第一級のものです。イタレリの MiG-37B モデルは数年にわたる調査と開発に基づき製品化されました。これは信じてしまう人もいますよね。最新鋭のソ連戦闘機だよって紹介してきた。中学時代に足しげく通っていた地元模型店の店主は信じてたのだ。情報が閉鎖的な時代ですから。まあイタレリ社がフライングするメーカーとして有名だったからかもしれないけど、フライング？試作段階の資料を使ってスケールキット化することなのだ。なるほど。まずはパッケージ内容を確認するのだ。はいはい。パッケージイラストは黒いステルス機が飛行中なのだ。空想の機体なので何も言えませんが、デザインはかっこいいですね。当時はステルス機の存在の噂はあったけど、具体的な形状は誰も見ていない状況だったと思うのだ。なるほど。 F117 も写真公開前だったし、この後に出てくるステルス機の先取ったデザインとなっているのはさすがなのだ。中身はどうでしょうか？黒のランナーが2枚、クリアパーツ、デカールは2種類、組み立て説明書、箱裏の塗装図なのだ。マーキングは2種類、黒とグレーの2種類から選択できるのだ。部品点数は53点で普通ですわね。次は操縦席なのだ。はいはい。操縦席は全部で6パーツ構成なのだ。72分の1では標準的ですね。ケーキパネルやサイドパネルのモールドが精密ですね。パイロットフィギュアは付属しないのだ。そうなのですね。シートもよくできているので操縦席を見せる感じで作っても良いですね。次はエンジンですね。エンジンは3パーツ構成で再現しているのだ。双発エンジンとなっており、整流板が2枚つくのだ。エンジン自体は1パーツで胴体組み立て時に整流板2枚をつけるのね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。主翼は左右にパーツ構成で胴体から出ている部分に貼り付ける感じなのだ。
はいはい。主翼のパネルラインは特にないのだ。ステルス機の特徴をイメージしてるのね。胴体はどうでしょうか？胴体は上下貼り合わせで、操縦席とエンジンを挟み込む感じなのだ。その後にエアブレーキや空気取り入れ口などのパーツを接着するのね。尾翼は左右1枚ずつなのだ。YF-23 のように垂直尾翼も兼ねた V 字尾翼なのね。ここら辺も後に出てくるステルス機を先取りしているのだ。次はクリアパーツや吊るし物なのだ。はいはい。クリアパーツの透明度は問題なし。開閉も選択できる分割パーツとなっているのだ。ここの配慮も素晴らしいですね。足回りは左右主脚がそれぞれにパーツにタイヤを接着。タイヤはモナカ割りとなっているのだ。胴体に四脚カバーをそれぞれに接着するのですね。前足はタイヤ2個を接着するのだ。胴体にカバーも接着ですね。吊るし物はミサイルなどがつくのだが、ステルス機ということでウェポンベイに格納する感じなのだ。ステルス機の特徴を研究したデザインとなっているのですね。最後に総評なのだ。ステルス機の形状が具体的に出ていない時代に、時代を先取りしたデザインとなっているのはすごいのだ。そうですね。現用ステルス機に通ずるデザインですものね。その後、公となる YF-23 や YF-12 に似た部分もあったので、世界で最初に正確なステルス機の外形を考察し得た存在と後に評価されたらしいのだ。このキットのデザイナーは先進性があったのね。今回は空想の戦闘機プラモデルの紹介となったのだが、至れりは他にも面白い機体があるので、機会があれば紹介したいのだ。ハボックですね。ではでは、次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。